はい、こんにちは。島村楽器三宮大パテンデジタルマーチャンダイザーの DJ 萩です。今日はこちらの商品のご紹介です。フラッターが回る DJ コントローラーが出ました、ついに。すごいです。これやばいです。出た瞬間、私なんかもう、大正解来たと思ったんですけど、なぜかというと、こういうので、ヌマークから NS7 っていうのが出てたんですよ。このコントローラーが個人的にものすごいおすすめだったんですね。ただ、1個難点があって、重すぎたんですよね。15キロぐらいあったんですよ。すごくいい機材なんですけど、ちょっと重すぎて持ち運びきついなとか、もっと売れてもよかったと思う。で、今回出てすぐ見たのが重さです。10.68 キロ。だいぶ軽くなったんですよ。持ち運びギリギリいけるかなと。一応こっちに12インチの普通のターンテーブル持ってきてみたんですけど、これが15キロぐらいなんですけど、これより軽いんですよね。ターンテーブル1台より軽いです。圧倒的に。ってなると、持ち運びもできるし、自宅使いでもいいし、パフォーマンス用にも持ってこいと。最高なコントローラー出たので、それのご紹介です。これ7インチなんですけど、12インチの12 Mark II っていうのがあるんですけど、約10万ぐらいするんですよ、1台。それを2台買っただけで20万ぐらいします。それに、セラートに対応したミキサーが必要と。最低限スクラッチとか買ったとしても、25万とか、下手したら30万、40万軽くいっちゃうわけですよ。それが、7インチとはいえ、一体型コントローラーで出て、それが17万8000円。かなりお買い得ですね。個人的には、比較対象としては、他の DJ コントローラーと比べるんではなくて、どちらかというとこっちのターンテーブルのセットと比べてほしいなという商品になってます。おすすめとしてはバトル DJ とかヒップホップ系のね、ターンテーブルをやるっていう DJ の人に買っていただきたい商品になります。何が他のコントローラーと違うかっていうのをこれからご紹介しようと思います。何がすごいのか、他のコントローラーと決定的に違うポイントを紹介します。まずプラッターが回ります。例えば他の DJ コントローラーでもちょっといい機材だとここにマーカーが回りますよね。あれがなんで使うかっていうのをちょっと紹介させてください。ここからスタートってことにしますね。12343423432344234というとこで、この状態で通常ホットキーをして戻したくなっちゃうもんなんですけど、慣れてくるとここで戻すんですよ。ここが頭っていうのが分かるんですよ。もう一回やりますね。12344234234ですね。今4小節回ったんですけど、4小節回った時っていうのが12344回ってここが曲の頭なんですよ。これが分かってきたらもうパソコンなんか見なくてもいいし、ボタン何回も押さなくてもいいわけですよ。 DJ っぽいですね。要するにプレイが速くなりますね、圧倒的にね。例えば8いきますね。1234823ですね。この時ね、1234567ね、ここで頭なわけですよ。これが昔からやってる人は感覚でわかるんですよ。例えばジャグリングみたいなことやってみると123423412341234ですね。この時は2回回せば戻るわけですよね。わざと4までいきます。この時は4回回せば戻ってきます。なんでパソコン全く見てないけど、ここだけ見てプレイができるんですよ。これが圧倒的にマーカーありとなしの違いになります。それを踏まえた上で、このレーンの1が何がすごいかっていうのもう1個ポイントがあるのでご紹介しますね。これたまたま DJ 教室の備品で置いてあった、DDJ-SX2、これ何でもいいんですけど、セラート用のコントローラーで、例えばジョグにマーカーがついてるものってことでやりますけど、分かりました。ここでマーカーがちょっと飛んじゃうんですよ。なぜかというと、例えばホットキーを押したところが絶対に12時のところに来るようになってるんですよ、セラートって。こことかもっと大変ですね。こんな感じで飛んじゃうと分かんなくなってこう戻してあれあれみたいになっちゃうので、これがセラートのコントローラーでジョグが出てる機材だとしても、このねマーカーがジャンプしちゃうので、これがあんま良くない点として1個あったんですね。それが解決できるのがレーンの1なんですね。はい、わかりました。パソコン上ではマーカー飛びまくってるんですけど、こっちではマーカーがここなんですよ。こんな感じですね。
なので違和感なく DJ プレイができるっていうのがやっとセラートのコントローラーで出たっていうのがこれなんですよ。私としてはセラートのコントローラーで違和感なくできるのは NS7 ただ1個だけだったんですけど、これがやっと来たので今オンリーワンなんですよ。そこが大きなポイントです。ちょっと開けてみましょうか。こんな感じになってます。もう構造としては普通のターンテーブルと一緒なんですよ。このポッチをここに穴にちゃんと入れる感じですね。でこれをマットを敷く。他のスリップマット持ってきたんですけど、スリップシートとかマット敷けるのでこんな感じです。なんで例えばこれ純正のこれがもうちょっと滑りがいいのがいいなとか思ったりしたらドクター鈴木とかマット敷けば OK。 あとこのボタンなんですけどちょっとへこむんですよ。ターンテーブルのオンオフと同じ感じでこれがちゃんと沈んでくれるという、これが個人的に結構お気に入りポイントですね。押した感が欲しいんですよね。これがかなりおすすめです。でここでスタートストップ、こっちにいっぱい回すと、はい、電源をこうオンオフした時の効果が出ます。あとついでに逆回転もついてたんでちょっと面白いかなと。次のポイント、クロスフェーダーですね。これがめちゃくちゃいいです。マグ4って言って72 M2 についたフェーダーと同じフェーダーだと思います。軽いです。で中開けてみると重さ調整できるようになってたんですよ。はい、こんな風になってて、ここのねネジを締めると重くなりますね。ちょっと重いですね。でこれを緩めると軽くなるという風になってました。あ、だいぶ軽い。はい、個人的に軽い方が好きなのでこうしておきます。で縦はちょっと重めですね。縦も軽かったら最高なんですけど。そしてですね、ここの手前のところにクロスフェーダーのカーブ調整がついてます。スロー、ファーストとついてます。ファーストがすぐ音が入るんですね。でスローがゆっくり入っていくっていうやつですね。ファーストにした場合のカットラグの調整はフラット側のミキサーの調整もここですね。ここで調整できます。カットインですね。カットラグの調整ができます。通常この一番小さいショートの方にすれば OK だと思います。ここまで来たらできたら嬉しいなっていうのがスクラッチバンクですね。例の1見た時にここにスクラッチバンクの表記ないんですけど、サンプラーの2回押すとモードが変わってスクラッチバンクモードになります。これを押しとくとスクラッチバンクに入れているサンプルが瞬時にデッキに読み込まれてスクラッチができるようになります。いい感じだと思いますよ。であと最後にパソコンが2台つながるんですよ。今パソコン2台つなげてみましたね。で今 A のパソコンの音が鳴ってるんですね、両方とも。で例えば今 B にパッと切り替えてみます。瞬時にこっちに変わるんですよ。すごくないですか。 A に変えるともうすぐ来ますね。前の DJ の人がこっちでプレイしといて、で次の DJ こっちをパッと切り替えるんですよ。でなんか曲選んで再生するとでこっちにつなぎましたと。こっちのプレイヤーの曲が終わったらこっちに切り替えると左のパソコンから右のパソコンに移行ができるわけですね。これかなりスムーズにできてびっくりしました。あと簡単に各機能を紹介しておきますね。ここで曲がスクロールして選べます。で押すと読み込まれます。でここでニードルサーチ、曲の好きな部分にパッとジャンプができると。であとエフェクターなんですけど、ここのエフェクターね、ここは通常のフィルターなんですよ。ここはフィルターです。でここはというとこれでオンオフなんですけど、12345と、セラートの、マルチ画面のこのどれかを選ぶことができます。でここがかかり具合ですね、デプスですね。でそれに対してここがオンオフと、選んだとこだけオンオフになるんですね。途中で切り替えたりもできます。ここは固定しておく感じになると思いますよ。あ、そうだ、もう一個嬉しいポイントだなと思ったのがここですね。このマーカー2箇所についてるんですよ。分かってるなと思ったんですけど、ヨーロッパの方だとセンター12時に合わせるっていうのが結構主流なんですね。この時に例えば12時に合わせてやっちゃってて、例えばベスタックスの大会だと針がここですよね。でテクニクスだと針がここみたいな。でマーカーずれが起こるので日本だとこっちでやる方が多かったんですね。レコードの針がある位置ですね、ここにマーカーを持ってきて頭出しするというやり方の人が多かったんですよ。どっちのタイプに慣れてるっていうのがあると思うので、12時のとこにもこの針の位置にも両方にマークがついてると、これがかなり分かってるなーという DJ ハギ的ポイントでした。はい、ということで今日は例の1のご紹介でした。現状現行品としては唯一無二のコントローラーになったんじゃないかなと本当に個人的に思ってます。
セラードでちゃんとジャグリングとか2枚使いとかができる一体型のコントローラー、これが実は今までなかったんですよね。それが出たっていうのがこちらです。それが分かっていただければこの動画の価値があるかなと正直思ってます。でコントローラーとして見るっていうのも、1個の選び方だと思うんですけれども、個人的にはターンテーブルのセットとかそこの辺を迷ってる方にお勧めしたい商品ですね。だからコントローラーにするかターンテーブルに行くかという悩み方のする方結構多いんですよ。でターンテーブルでネックになるのが大きいんで置き場所に困ると。もう1個が価格がどうしても高くなりますよね。そこがネックとしてあったんですけど、こちらだと比較的ターンテーブルと比べると安い値段で手に入ると。でもってサイズも小さい、移動もギリギリできる、でマーカーも飛ばない、最高なコントローラーです。あとこの後ね、この部屋 DJ スクールで使う部屋なんですけど、 DJ の先生の S2 さん来られるのでちょっと触ってもらってジャグリングとかやってるとこを撮影しようかなと思いますので、ぜひそちらも参考にしてみてください。以上です。本日は以上です。ありがとうございます。大きさ違うんで、やっぱちょっと最初慣れるまで。7だからああ、でも慣れるまでむずいですね、やっぱ。ただここの球がちょっとジャグやちょっと手かかるんで、水こうすればいいですけど、やりだしたらこれでいけるでしょうけどね。マーカーが俺は良かったです。これ良かったですね。これ両方あるのが、日本外国の人この違う人が多いし、そうですね。日本人こういう人が多いからね。そうですね。音はでもこれとかもね、今時っすよね、この。いやこれは大正解だなと思って。